インターネットの普及と通信速度の向上は私たちの生活に大きな変化をもたらしています。特に動画視聴やオンラインゲームなどのサービスの利用増加によりデータ通信量は年々増加しています。電子情報技術産業協会の予測によれば2030年の世界の通信量は2020年と比べて約15倍に増加し60ゼタバイト近くになると見込まれています。ちなみにゼタバイトは現在一般的に使用されるギガバイトよりも4段階大きな数量を表す単位です。スマートフォンやノートパソコンなど無線通信によりどこからでもネットワークにつながりますが、建物や携帯の基地局から先は有線ケーブルでつながれています。そして海を越えた世界中のサービスをいつでも瞬時に利用できるのは海底ケーブルのおかげです。かつて国際通信は通信衛星も利用されていましたが、現在では膨大なデータ量と高速通信を確保するために日本の国際通信の 99% が海底ケーブルによって占められています。無線通信や衛星、宇宙開発の技術が飛躍的に進歩している近年、イーロン・マスクが率いるスターリンクなどの衛星通信サービスも急速に発展し、これまでの衛星通信よりも大容量で低遅延の通信を実現しましたが、一般的な光ファイバー回線と比較してもまだ通信容量は劣り、多くの人が同時に大量のデータを送受信するのは難しい状況です。このように日常生活では無線接続が一般的になっていますが、実際には世界中のネットワーク接続は光ファイバーなどの有線技術によって支えられています。この地図に示された無数の線は世界中をつなぐ海底ケーブルを表しており、その数は400本以上に上り、総延長は約30万 km、地球30周分に及びます。日本に接続しているケーブルも約30本あり、アメリカ大陸とアジアを結ぶハブとして重要な役割を果たしています。海底ケーブルにも電力用と通信用の大きく2種類があり、それぞれの特徴が大きく異なります。電力用ケーブルは離島への電源供給や近年では洋上風力発電で生成される高圧電力を長距離にわたって送電するため、太く分厚い導体と絶縁層で厳重にシールドされています。一方、通信用のケーブルは髪の毛ほどの細さのファイバーケーブルと途中で信号を増幅させるための中継機に送る電源供給用の導線と、それらを保護するためのシールドによって構成されています。ケーブルの太さは海の深さによって異なり、漁船の網や船のアンカー、海洋生物などによる損傷リスクが高い浅瀬では厳重にシールドされていますが、深海では直径約2センチメートルほどのポリエチレンだけで覆われた比較的細いケーブルが使用されています。また、海底ケーブルは一般家庭に引き込まれている光ケーブルよりもはるかに大容量で高速な通信が行われています。例えば、Google が独自に敷設しているアメリカとフランスを結ぶデュナントという海底ケーブルは24本の光ファイバーを束ねることにより250テラビットパーセカンドという驚異的な転送レートを実現しており、現在の光回線サービスで謳われている最大 10Gbps とも比較にならないほどの速度です。KDDI や NEC など日本企業が集まる開発プロジェクトにより、マルチコアファイバー技術を活用し、4つのコアを持つマルチコアファイバー32本を束ねたケーブルを開発し、世界で初めて 1.74 ペタ bps の大容量通信の実現性を確認しました。さらに、コア数を3倍増やした12コアによる 7000km 以上の伝送にも成功するなど、光海底ケーブルとしてさらなる進歩を遂げています。海底ケーブルの歴史は古く、1851年にイギリスとフランス間のドーバー海峡に世界初の海底ケーブルが敷設されました。その後、1866年にはアメリカとイギリスを結ぶ大西洋横断ケーブルが完成しました。日本では1871年に上海と長崎とウラジオストクの 1000km を超える長距離海底ケーブルの敷設が始まりでした。当時の国際通信は
文字をモールス信号などに代表される符号を電気信号として変換した電信によって行われており、長崎からロンドンまで20号を送るのに数十万円相当もの料金がかかりました。また、その当時は銅線を使用した太い同軸ケーブルが普及していましたが、1980年代後半になると光ファイバー技術が登場し、海底ケーブルの分野においても急速に光ケーブルに置き換わっていきました。長距離転送において光ファイバーは同軸ケーブルに比べ信号の減衰率が低いことが最大の利点となります。特に同軸ケーブルは距離が長くデータの転送速度が速くなるほど信号の減衰量が大きくなります。長い距離を伝送する場合、減衰した信号を増幅させるために中継機が必要になります。同軸ケーブルでは数キロ間隔で中継機を設置しなければ信号の品位を保つことができませんが、光ファイバーの場合、50キロから100キロメートル間隔で済むため、中継機の設置コストが大幅に安くなります。光ファイバーの素材である石英ガラスは同軸の銅に比べ安く、細く軽量で耐久性も優れており、また光ファイバーの新線を増やすことにより通信容量を増やしやすいことなどから、現在でも光ファイバーは長距離伝送における主流の技術となっています。広大で深い海の中で実際にどのようにケーブルを敷設していくのでしょうか。19世紀半ばに海底ケーブルが初めて船を使って敷設されました。この当時からケーブルを両岸から沖合の中継地点に向けて船を進め、そこでお互いのケーブルを接続するという基本的な方法は現在でも変わっていません。しかし、ケーブルシップと呼ばれる敷設に用いる巨大な専用船はケーブル自体と同じく様々な技術革新を経て進化しています。これらの船には約 5000km のケーブルを収容できる巨大なケーブルタンクが装備されており、設定されたルートを正確な速度で敷設できるよう精密に制御されています。また、浅瀬での作業もできるよう平坦で、深海での作業時にも揺れを最小限に抑えるために特別な設計が施された船底を持っています。漁船や船の往来が多く、損傷リスクの高い浅瀬では、ケーブルを約3メートルの深さに埋設できるプラウと呼ばれる埋設機や海底ケーブルを新規に施設するだけでなく、中継機や途中で切断されてしまったケーブルの海底調査や古くなったケーブルの回収や修理などの作業もできるように様々な機材を搭載しています。海底ケーブルの寿命は最大で25年ほどで、古くなったケーブルは海底に放置されるか回収されて各部品に分解され再利用されます。このように敷設された海底ケーブルを通じてやり取りされるデータのうち、実に7割が GAFAM などの大手 IT 企業のコンテンツやサービスによって占められています。このため、これらビッグテックと呼ばれる企業は、自社のサービスを拡大させるために重要な鍵となる独自の海底ケーブルを所有するために積極的に大規模な投資を行っています。この地図に示されているケーブルは、すべて Google が出資などで関与しているもので、その中でも、これらの特定のケーブルは、Google が単独で設置したものになります。このように、GAFAM だけでも数多くのケーブル設置に出資し、海底ケーブルの世界でも支配的なプレイヤーになりつつあります。大手企業にとっては、重要なサービスの基盤であると同時に、国家の経済安全保障の観点からも、極めて重要なインフラとなっています。特に、2023年に台湾有事の緊張が高まった際には、台湾本土を結ぶ海底ケーブルが切断される事態が発生し、中東情勢の不安定な公海付近では、複数の海底ケーブルが攻撃によって損傷を受けるなど、有事の際に特に狙われるほどの重要性を持っています。このような事態への備えとして、総務省が策定したデジタル田園都市スーパーハイウェイでは、2026年までに日本を周回する海底ケーブルのルート強化、海底ケーブル陸揚げ局の分散化、そして安全対策の強化などの施策が実施される予定です。インターネットは今や欠かせない情報インフラとなり、
その根幹を長年の経験と高度な技術で支えてきたのが海底ケーブルです。私たちの生活を豊かにするための知識や情報を今この瞬間も世界の隅々へと届けている重要な役割を担っています。地域紛争などによる世界の分断が進む。そんな中でも海底ケーブルは静かに、しかし着実に世界各地を結び続けています。最後までご視聴ありがとうございました。これからも最新のテクノロジーや技術の解説動画を作成していきますので、気に入っていただき、チャンネル登録していただけたら励みになります。次回の動画も楽しみにしてください。